マツコチャンネル。はい、マツコチャンネルです。私は今悲しみに暮れています。緊急で動画を回してます。ですね、宝塚の話をいつかしようと思っていたんですが、こんなに早く、話すことになろうとは思っていませんでした。そうですね、花組の宝塚歌劇団花組のトップスター柚塚玲様、トップ娘役星風まどか様退団というニュースが昨日かな、大騒ぎになっています。私がということで、今日は私の悲しい愚痴をお聞かせしつつ、宝塚っぽい絵を描いていこうと何この動画、思っておりますので、よろしければお付き合いください。何から話そうか、そして何を描こうか。まず宝塚を見始めたのがまずコロナに入ってからなんですよね。で、母がまず YouTube を覚えて、でそれから天海祐希を YouTube ですごいいっぱい見て、そのうち今のねトップスター柚塚玲さんがいいっていう話になって、私のところにライブビューイングのチケットを取ってくれと言われて、なんだか何のこっちゃわからなかったんですけども、必死で取ってで見たのが最初ですね。最初の私たちの拝見した作品がアウグジョクシュースっていうちょっと難しかったんですけど、でその作品でもうすでにトップは柚塚玲様でございました。もうなんだかわからないですもん。なんか初めて見るので、とにかくなんかすごく構成とかね全くわからないまま見て、でこの間も見たんですけど、とにかく花組はほぼその後全て見て、で星組もかじりつつのみたいな感じずっと見てきたので、本当に私は柚塚玲さんしか知らない状態でですね、もう喪失感がすごいですね。私はこれから何を見たらいいのか。でトップ娘役の星風まどかさんなんですけど、運命の娘役といいますか、もうなるべくしてなったとしか言いようがないこの組み合わせなんですね。それがもう結構尊いなと、ちょっと何言ってるかわからないと思うんですけど、これはね本当に熱く語ってもわからないんですよね。やっぱ同じ沼にはまってる人じゃないとこれちょっと話無理だと思うんですけど、それでもやっぱりねこうつらい。そしてあまりにも辛いのでツイッターでハッシュタグでゆずかさんとかハッシュタグ見て、それで同じ苦しい思いをしている同士をねツイートしている心の叫びを聞いてですね、なんとかこう心を落ち着かせていたというところなんですけど、
と言ったらいいのか、ね、言葉になりません言葉になりませんので、もう書きます、何かをね。はい、はい、ちょっとこれからねメイクとかしますからね。母は何だろう、うちの母は演目で見たいということで、星組も何度か行ってるんですね。いや礼誠さん素晴らしい。そして星組もなんだろうな、ちょっと病みつきになる謎、なんかね、なんか面白いんですよね、そんな感じ。いやもう語り尽くせないなと思ったんですけど、あんまり話すことももうないですねなんだろう、本当もうどうしたらいいで、なんか決まりとかがあるんですよ。そのね、花組星組の他にも合計5個ぐらい組があって、でね、その宝塚の劇場と東京宝塚劇場とか、いろんなね他のところでやるとか順番があったりとか、そういうこと何も知らないで過ごしてきてしまったので、この間大劇場を終えたばかりの花組さん、トップスターの対談のニュースはそういう大劇場の直後に行われることが発表はね多くて、で知ってる方はまあやきもきされてたらしいんですけど、ちょっと私どもでは分からなかったです。だから本当に突然のニュースになってしまいまして、まあびっくり。なんでしょう、喋りながら書くつもりが全然、喋ってる時は書けないし、書いてる時は喋れないから、もうとにかく悲嘆に暮れているということだけですね先ほども言ったように、宝塚は5つ組があって、で1ヶ月ごとというか順番にメインの宝塚劇場で東京宝塚劇場と他の劇場順繰りに回しているので、年に1回回ってくるかどうかということになりますね。で宝塚大劇場と東京宝塚劇場というのは大きいところで、宝塚仕様になっているんですね、舞台が。なのでもうね、何人いるか分かんない、もう100人っていうと言い過ぎかもしれないけど、そのぐらいもう舞台に乗っても大丈夫みたいな、そういう、ね、他の劇場はちょっと人数が減ったりするんですけど、大劇場っていうのは本当に全員組の皆さんがバーッと集まるので、それがね、次回が4月5月なんですね。そういう大きい演目が。で次回その大きい演目で花組のトップコンビ、ゆずがれいさん、星風まどかさんが一
緒に対談される、この一緒に対談っていうのも珍しいみたいなんですが、お二人が、去られるということなんですね。なので母が今日 LINE が来て、東京公演チケット取ろうねみたいなことを言っていましたけど、一瞬何のことか分かんなくて、先のことすぎて、とにかく私たちは映画館でしかお目にかかっていないので、本当に生で見てみたいっていう気持ちはあるので、本当に頑張ってねいけたらいいなと、もうそれだけですね。ということで、私の宝塚っぽい絵完成いたしました。こんな感じです。はい、もう、マツコチャンネルまだ何をやるか分かっていないですが、その時々でまたご覧いただけたら嬉しいです。今日は愚痴を聞いていただいてありがとうございました。何のこっちゃわからない方もいっぱいいらっしゃると思いますが、多めに見てください。ということで、マツコチャンネル第13回、愚痴を聞いてもらうでした。ありがとうございました。さようなら。